こは今41年目なんですけども、その前にその JR の向かい渡ったところぐらいで今自転車置き場になってるんですけど、そこで焼きそば専門店、おばあちゃんの代から始めたんですよ。はい、で焼きそば専門店で、数十年やってて、でそこからそうか立ち退きになる話が出てたんですよ。でどっか探さなあかんないうことでここになったと。はい、だからもう全部で言うたらもう分からんぐらいの年数、60年70年的な、はい、感じですね。その当時日清っていう会社ありますよね。日清の社長さんがね、そこによう焼きそば食べに来てたんですよ。でその焼きそばの味を盗んで日清の焼きそばやってるみたいです。はい、あくまで噂ですけど、はい、うちのおばあちゃんがそれを言ってました。おっさんよう来んねんみたいな感じで、はい。そうだったんですね。はい、盗もうとしとるわとか言ってました。今の日清の味はおばあちゃんの味かも。そうですね、はい、と思います。はい、あくまで噂ですけど。お店の譲れない。はいはいはい。大事にしてるポイントとかはい。やっぱり味のバランスですね。はい。バランスってもうすべての料理において多分ね共通してると思うんですけど、はい。やっぱりそこは一番味付けのそのほんの数秒数十秒の間だけめっちゃ集中します。このご時世でもまだお安いというか。そうですね。もうラーメンなんか 100% 安いですよね。500円台ですよ。すごいですよ。はい、すごいです。で、麺の量も割と多いんですよ。年配の方、食べきれないっていう方が割といますよね。で、大とかやったらもう器から溢れるぐらいのね、なるんですよ。よく出る人気のメニュー。はい。人気のメニューって何ですか。はい。まあ普段がやっぱ出るのはチャーハンが多いですね。で定食で言ったら B 定食、はい、酢豚と唐揚げが入った定食なんですけども、はい、それがやっぱりよう出ますね。定食はもうずっとやってますね。1日やってますよ。名前はランチ B ランチって書いてるんですけど、ランチじゃないですけど夜もやってます。で夜入ってこられたから「ランチって書いてるけどいいの？」って感じで聞かれて「ああ全然いいですよ」みたいな感じ。あんまり出へんけど、はい、これ実はほんまめちゃめちゃ美味しい。はい、美味しいのにね。はい。おすすめというか。はい、あまり出ないっていうもう鶏の甘酢煮っていうのがねあるんですけど、まあ酢豚とタレは一緒なんですよ。ただ酢豚の肉が唐揚げの鶏に変わるだけなんですけど、やっぱ食感がね酢豚よりもジューシーで柔らかいんですよ。で食べたら絶対にこっちの方が美味しいやんっていう人がもう 99% です。鶏甘酢何それっていうのがね大半なんですよ。あんまりじゃあ注文率は低い。もう全然ないです。はい。ほぼほぼないです。ほぼほぼないです。ないです。はい。ぜひちょっとこれを機に。はい、出てほしいです。炊きたてのご飯が焼き飯どうなんだいって思ってる方もいると思うんですけど、焼き飯でも日替わり普通のご飯でもいいような間のご飯の硬さにやってます。そのパラパラじゃなくて炊きたてのちょうどいい焼き飯の硬さに炊いた炊きたてのご飯をチャーハンにした方が僕は美味しいと思います。はい。じゃあいきますね。
これは隠し味です。隠してないですけど、はい、隠し味です。この隠し味な。あ、これチャーシューのタレです。チャーシューのタレを少しだけ入れて、はい。チャーシューのタレ入れることで、味にどんな変化がある？コクが出ますね。はい。入れすぎると変な味になります。ほんの少しだけですね。これはもうお父さんから引き継いだやつですね。はい。麻婆も定番メニューで結構注文率高そうですね。麻婆丼普通にあるんですけど、麻丼大ってあるんですけど、もうそれが器にこう溢れんばかりにあるんですよね。出てきた時みんなってなりますね。びっくりしちゃいますね。はい、やってないっていうか言われたらやるみたいなんですけど、この1年ぐらい前からかな、大のメニューに書いてからよう出るようになりましたね。そうなんですね。はい。これはネギと生姜の刻んだやつですね。これニンニク入れて、今これ作るのは4人前です。4人前。はい。で豆板醤ですね。これを炒めていきます。今日味のバランスのお話ししてくださったと思うんですけど、今味市にあるメニューで一番味のバランス取るのが難しいっていうのはありますか？例えばちゃんぽんやったら、はい、塩と味の素1対1入れて、でちょっとだけ塩をね入れるんですよ、ほんのちょっとだけね。であとこういう練りごまってあるんですけど、こういうのを入れたりするとちょっと味がごまかせれるんですよ。言い方悪いですけど。で五目そばとかやったらもう塩と味の素1対1の量でやるんで、もしこうお玉でやっててこうでずれると修正が効かないです。はい、だからそこだけ集中して味付けします。シンプルなやつほど何でもそうですよね。いろんなのってなんか華やかで美味しそうやなとかあるじゃないですか。シンプルなやつでもごまかし効かないじゃないですか。それがまずかったらもう全てまずいじゃないですか。シンプルなやつほど多分難しいと思います。一品物で言ったらそれは塩と素以外にもオイスターソースとか入るんですけど、八宝菜が多分一番難しいと思います。はい。これは料理酒ですね。料理酒で今これ入れてないですけど薄口を入れます、はい、でこれ濃い口です、はい、でこれごま油、はい、これ味の素、これ塩。本当だ。
人とかでも、はいまあ、中華料理家でやるんやったら、これやったらちょっと美味しくなるよっていうワンポイントアドバイスとかってあったりします？家庭でねそうやんのね、ようねチャーハンでね、はいなんか悩まれてる家庭の人らの話をよう聞くんですけど、基本なんかチャーハンってやろう思ったら炊きたてのご飯をなんか取るみたいなんですよ、で取って、具材入れてこう入れたらなんかべちゃってなるみたいなんですよチャーハンで。なぜかいうと家のご飯は多分普通よりもちょっと柔らかめに炊いてるというか、まあ、それが当たり前というか、でそれをもしいつも通りやるんやったら一旦取り出してしばらくね乾燥させるんですよ、はい、まあ15分でもいいです10分15分でそれからいつも通りやっていただいたらべちゃってなるのがマシになると思います、はい、じゃあ米をちょっとだけ置いとくだけで。そうです、外にねボウルにも入れといたらいいんですよ、その作る分ね、はい、違うと思います。冷凍ご飯でもいいですよね。要は水分があるからべちゃっとなるんですよ、冷凍してたら水分飛んでるじゃないですか。でそれを冷凍ご飯を出してチンしてもらって、でそれでやったら普通にできると思います。これ何ですか？レモン入ったやつ。これ酢豚のタレですよ。はい、自家製で。もちろんすごい、そこにうちは自家製しかないです、買ってきて出してるもんなんか一つもないです。酢豚のタレとか、他の一般の人に教えるとしたら、他にどういった調味料を自家製でされてらっしゃることになります？自家製ですか、例えばニンニクの芽でもそうなんですけど、これレバー炒めでもそうなんですけど、これ同じタレなんですよ。これはね前の焼きそば専門店の時に中華料理をこうするにあたってのこう中華の職人さんを雇ってたんですよ、でそこで沖縄の人が来てたんですよ。でその時にこの今のニンニクの芽のタレをレシピを教えてもらったんですよ。はい。
とうございます。600円ですね。ありがとうございます。いいランチ2つ。あ、日替わりになってますね。はい、じゃあ全部で3つ。チャーハン。じゃあ、その焼き飯を普通。普通。はい、普通。はい。じゃあ、そうですね。はい。焼きそばもすごい太くて、あ、なんそうですねか焼きうどんみたいな。そうです、焼きうどんなんですよね。もうおばあちゃんの時からそうです。か？あれはずっとそうですね。はい。太さも何も変わってないです。強いて言えばソースが変わりましたかね。そうなんだ。はい。一番初代の時はヘルメスっていうソース使って、あれやったんですけど、今はヘルメスではないです。変えたんですね。はい。これぐらいでいいですね。これはニンニクのお肉ですか？ごめんなさい。味付けはピリ辛な感じなんですか？味付けはね、もうこの前言ったこのタレを入れるだけです。はい、これだけでだけです味がかっちり。はい。いっぱいね、さっき言ったようにまだわからんでしょ。すごいいい匂いです。わで焼き飯2人前。あ
こが。いきます。大阪の、はい店長がおすすめしたいお店、ここ美味しいよっていうお店とか。この鶴橋で一番思ってるのは中華ではないんですけど、お好み焼きもんじゃ焼きのジュジュっていうところがあるんですよ。この鶴橋の駅のほんまそこなんですけど、そこでよううちお好み焼きをね食べるんですけど、向こう側も割と出前でね取ってくれるんですよ。基本出前ってもうほぼやってないんですけど、昔から取ってくれてるとこだけねちょっとやってる感じで、はい、美味しいですよ。はい、お好み焼きめっちゃ美味しいです。はい、一番の推しメニューはお好み焼き。そうですね。ダントツ美味しいですね。